こんにちは。皆さん、今日は多くの労働者にとって重要な時間外労働の割増賃金率について、特に60時間を超えた場合の扱いに焦点を当てて解説していきます。仕事が忙しい時、残業はつきものですよね。でも60時間を超えるとどうなるのか、その割増賃金率について詳しく知っていますか？今回はこの点をクリアにしていきましょう。時間外労働とは、まずは基本から、時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働することです。日本では一般的に、1週間の法定労働時間は40時間と定められています。割増賃金率の基本、法律では、時間外労働に対しては割増賃金が支払われることが義務付けられています。通常、この割増賃金率は 25% 以上、つまり、通常の時給に対して 25% 増しで残業代が支払われるということです。また、休日労働は 35%、深夜業は 25% です。それに加えて時間外労働プラス深夜労働が 50%、さらに、休日労働深夜業は 60% です。休日労働プラス時間外労働はプラスされずに休日労働の 35% のみということに注意が必要です。60時間超の割増賃金率。さて、ここからが本題。60時間を超える時間外労働については、さらに割増賃金率が上がります。2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることをご存知ですか？具体的には、60時間を超えた時間外労働に対しては、50% 以上の割増賃金が支払われる必要があります。代替休暇制度。代替休暇制度とは、労働基準法において定められた制度の一つであり、従業員の月間の時間外労働が60時間を超えた場合に、50% 以上の割増賃金の代わりに有給休暇を取得できる仕組みです。時間外労働の割増賃金 50% 内の 25% は、時間外労働の割増賃金に充てて、残りの 25% の部分を代替休暇に充てます。代替休暇の計算方法は以下のようになります。まず、月の残業時間が60時間を超えているかどうかを確認します。もし60時間を超えている場合、超過分の残業時間を計算します。例えば、残業時間が70時間だった場合、超過分は70時間、マイナス60時間は10時間となります。超過分の残業時間をもとに、代替休暇の日数を計算します。代替休暇の計算式は具体的には明示されていませんが、一般的には残業1時間につき15分の代替休暇が与えられるとされています。1時間 ×25%、したがって10時間の超過分に対しては10時間 ×25%、2.5 時間の代替休暇が与えられることになります。150分を60で割ることで、代替休暇の時間数を求めることができます。就業規則の規定と労働者の同意。この代替休暇には、外休暇制度を採用するには、就業規則の変更と労使協定の締結が必要です。就業規則には代替休暇制度の導入に関する具体的な規定を明示する必要があります。また、労使協定は労働者と合意した上で例として以下のことを定めます。1、代替休暇の時間数の具体的な算定方法。2、代替休暇の付与単位1日または半日。3、代替休暇を与えることができる期間。4、代替休暇の取得日の決定方法。5、割増賃金の支払い日。6、協定の効力、その他、代替休暇制度の運用に関する具体的な規定。60時間計算の注意点。休日労働はに関しては割増率 50% が適用されないことに注意が必要です。また、企業は2023年4月から中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が 50% 以上となっているため、適切な対応が求められます。具体的には、就業規則の変更、勤怠管理システムと給与計算システムの設定変更、新たな割増率に基づく給与計算の実施などが必要となります。クロージング。今日は時間外労働と割増賃金率について、特に60時間を超えた場合の取り扱いに焦点を当てて解説しました。この情報が皆さんの勤務条件交渉や働き方改革に役立つことを願っています。この動画が役立ったら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。原社労士でした。